皆さんこんにちは。今私はスペインに住んでいるんですが、今ちょうど15年目ぐらいになります。早いですよね。あっという間に時間が過ぎていってしまいました。スペイン生活も長いので、大抵のことには慣れてきたんだけど、やっぱり日本が懐かしいな、日本のものが恋しいなと思うことが時々というかしょっちゅうあります。今日はそんな日本の恋しいものについてお話ししようと思います。皆さんはどうですか？今ね、これを聞いてくれている人の中でも自分の国以外の国に住んでいる人もいると思います。日本に住んで日本語を勉強している人もいますよね。自分の国が恋しいなと思うときはどんな時ですか？自分の国のこれがあったらいいのになと思うのはどんなものですか？自分の国のことを母の国と書いて母国と言いますが、母国を離れて初めてその大切さに気づくこともたくさんありますよね。私にとっての恋しい日本のものトップ10を考えてみました。まず10位から。これはね、きっとみんな大したことないって思うと思います。何かというとラップです。ラップといっても音楽じゃありません。正しくは食品用ラップフィルムと言います。でも日本人はみんなラップって呼んでいます。食べ物を包む透明の薄いフィルムのことです。ほとんどの家庭にありますよね。食べ物が残った時とか、果物を切って全部食べられない時とか、電子レンジでチンする時とか、ラップをかけたり包んだりしますよね。じゃあなぜラップが恋しいかというと、日本のラップはピタッとくっつくからです。密着感があるんです。スペインのラップはあまりくっつかないんです。野菜とかを包んでもふわーっとなるので、結構たくさん使ってぐるぐる巻かなければなりません。あと、日本のラップは切れやすい。これも重要です。こっちのラップは切るときに伸びるっていうのかな。切ろうとしてもちょっと伸びて切れない時があるんですよね。日本のは気持ちよくシュッと切れる感じです。でもね、スペインのが悪いって言ってるんじゃなくて、ヨーロッパでは使えない素材が日本では使えるらしくって、だから日本のラップはピタッとくっつくと聞いたことがあります。そして9位は文房具です。文房具って何だと思いますか？勉強や事務作業をするときに使うものです。例えばボールペン、鉛筆、シャープペン、メモ帳、消しゴムなどなどたくさんありますが、私が恋しいのは何でしょうか？日本語の授業でもみんな使っていると思います。そうなんです。ノートです。ノートはもちろんスペインにもたくさんあるし、その他の外国製のものもちょっと高いけど売っています。でもね、日本製のノートは書きやすい。あと大きさも微妙に違うんです。私は日本で生まれ育ったので、子供の頃からずっと日本製のノートを使ってきたから慣れているんですよね。それと日本は鉛筆やシャープペンを授業で使うことが多いんですが、ヨーロッパの人たちはボールペンを使いますよね。だからもしかすると紙の質も違うのかもしれません。日本語の試験もボールペンはダメですよね。そうなんですよね。日本では試験も鉛筆やシャープペンのところがほとんどだと思います。続いて8位は炊飯器。炊飯器とは家電です。日本人は毎食白いご飯を食べます。ヨーロッパやアメリカなどではパン、メキシコやグアテマラなどではトルティージャを食べるように、日本では白いご飯を食べるんです。だから日本の家庭には必ず炊飯器があります。お米を洗ってお水を入れてスイッチをオンにすると勝手にお米を炊いてくれる便利な機械なんだけど、毎日お米を食べない国ではそんなに需要はないですよね。だからあまり売っていないんですよね。
私もラテンアメリカやスペインでもずっとお鍋でお米を炊いていました。最初はね、どうやって炊けばいいのかわからなかった。日本ではね、いつも機械で炊いてたので、分量とかお水の量ね、あと蓋をするのかしないのかとかわからないことばかりでした。でもネットで調べて、まあまあ上手に炊けるようになりました。そして去年、ついにヨーロッパ製の炊飯器を買いました。日本ほど種類もないし、ついている機能も少ないし、すごくシンプルなんだけど、とても便利になりました。だから今はもう炊飯器があるので、前ほど恋しくはないんだけど、いろいろな機能がついていて、ほっかほかにご飯が炊ける日本の炊飯器はいいなと思うこともあります。みんなはどうですか？お米を炊くことがありますか？あまり食べないかな？インスタントのレンチンするだけのご飯もスーパーに売っているので、たまにしか食べない人はそちらの方が楽かもしれません。続いて7位。7位は日本のテレビ番組。今はね、インターネットや YouTube があるから、日本の番組や日本語で発信している動画など簡単に見られるので、そこまでは恋しくもないんだけど、ニュースとかね、あと部屋でなんとなくテレビをつけてぼーっとしたい時にスペイン語が流れてきたらちょっと疲れる。みんなもないですか？で、今もこの日本語だけのポッドキャストを聞いてくれていて疲れているかもしれませんね。疲れても動画を止めないでくださいね。勉強だったらいいんだけど、ぼーっとしている時に他の言語だと入ってこないんですよね。私の場合、日本語だったら耳を傾けなくても勝手に耳に入ってきて理解できるんだけど、他の言語だと集中しなきゃ聞き逃したり理解できなかったりします。まあね、これは私のスペイン語力のせいかもしれませんが、頭を使わずにリラックスして日本語の番組を見ながら思いっきり笑いたいなという時がたまにあります。そして6位は温かい便座。便座というのはトイレの便器の座るところです。暖房便座とかウォームレットと呼びます。日本のトイレといえばウォシュレットが有名なのでみんな知っていると思いますが、便座が温かいんですよね。私はウォシュレットは別にいらないので、座る部分だけを温める機能がついた便座が恋しいです。これも慣れると冷たってなるのも最初だけなんだけど、日本に帰って暖かいのに慣れるとその後戻ってきてまた冷たいのが辛いです。ちょっと贅沢ですけどね。5位は浴槽、湯船とも言います。浴室でお湯を張るところ、つまりお湯をためるところです。皆さんの家には浴槽がありますか？それともシャワーだけですか？これも日本の習慣で、日本の家庭には必ずと言っていいほど浴槽があります。子供の頃から体を洗うだけではなくて、きちんと湯船に浸かりなさいと言われてきました。お湯が好きじゃない子供もいるので、お湯に浸かって100まで数えたらお風呂から出てもいいとかって言われていたお子さんも多いと思います。温かいお湯に浸かるとリラックスできるんですよね。特に寒い冬はすごく温まります。家に浴槽がある人は疲れたなと思ったらお湯に浸かってみてください。温度は40度前後で15分から20分ぐらいがいいそうです。4位は薬。これは薬を飲みたいというのではなくて、薬がどうしても必要な時に日本のお薬があったらいいのになという意味です。お薬は飲まないに越したことはないですからね。でも長く外国に住んでいると風邪をひいたりお腹が痛くなったりして薬を飲まなければならない時がありますよね。そんな時に日本の薬だと楽なのになと思います。日本って薬局、ドラッグストアに行くと風邪薬のコーナーとか頭痛薬のコーナーとか便秘薬のコーナーって分かれていて、
箱にもいろいろ説明書きがあるからすごくわかりやすいんですよね。でもちろん自分の言語なんでスッと理解できるんですよね。あとイラストとか書いてあったり、重要なことは箱に書いてあったりするのですぐわかるんですよね。それが外国の薬だとまず言葉がよくわからないし、いろいろ種類があってもそれぞれの違いとかがわかんないんですよね。そして例えば抗生物質だと処方される量が日本と外国では違うんです。日本では400がマックスなのにスペインでは600とかね。と言っても仕方がないことなんですけどね。続いて3位はスイーツ。これは本当にめっちゃ恋しいです。外国にもね、餅とかどら焼きとかはあるところが多いと思うんですけど、なんかね、普通のいちごショートとか抹茶のティラミスとかパフェとかが食べたい。あと和菓子も、それから季節限定のスイーツとかもすごく懐かしいです。春だと桜のスイーツ、夏だとスイカ、秋だと栗とかさつまいもとかパンプキンとかありますよね。日本に住んでいた時は普通に売っているスイーツは特に好きじゃなかったんだけど、今はスーパーで売っている安いものとかも全部美味しく感じます。そして2位は和食。3位に続いてやっぱり食べ物ですね。和食ももちろんスペインでも食べることができるんですが、やっぱりちょっと高いんですよね。あとメニューが限られている。これは本当に仕方がないことですよね。あるだけでありがたく思わなきゃと思うんだけど、日本での料金を知っているだけに高って思ってしまうんですよね。みんなは和食の中で何が好きですか？お寿司？天ぷら？ラーメン？カレー？お好み焼き？たこ焼き？私は天ぷら以外はほとんど全部好きです。揚げ物は油っぽくてちょっと苦手です。あとしゃぶしゃぶ食べたことがある人いますか？しゃぶしゃぶというのは鍋料理です。出汁の中に薄くスライスしたお肉や野菜などをくぐらせて、ポン酢やごまだれにつけて食べます。だからお肉なんだけどすごくあっさりしているし、いくらでも食べられる感じです。まだ食べたことない人はぜひ食べてみてください。おすすめです。そして1位はコンビニ。日本のコンビニ、これはもう最強だと思います。24時間営業のところもいっぱいあって、とにかく便利だし、もう何でもあるしね。スイーツも美味しいし、温められるお弁当とかおにぎりとかおでんとか肉まん、あんまんとかすごく恋しいです。あと食べ物以外にもコピー機もあるし、荷物を送ったり映画などのチケットを買うこともできるし、もう話し出したらキリがないですよね。本当に便利すぎる。今度またコンビニネタだけでポッドキャストを作ろうと思います。コンビニに行ったことがある人は何を買ったか、何が便利だったか、またコメント欄で教えてください。ということで今日は日本の恋しいものトップ10のお話をしました。このポッドキャストが面白かったなという方はぜひチャンネル登録といいねをお願いします。最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました。ではまたね。